1月になってからずっと晴れが続いている東京。お日様が大好きな私にとって本当に幸せなことです。去年私は開業届を出したので、今年は人生で初めての確定申告があります。大変と聞くので今からちょっと不安。でもこれも私が目指す働き方の通過点。わからないところは人に聞きながらコツコツ進めて準備しておきます。今日はですね、ちょっとお届け物が朝から届きましたので、2つあるんですけど、両方ともですね、暮らしのアップデート品ということで、ちょっとねご紹介していきたいと思います。まず1つ目がこちらの、靴なんですけど、ずっともう去年からですね、新しい靴が欲しくて探してたんですが、こちらが、カルフっていうフィンランドの、スポーツシューズのブランドの靴で、そこのねオンラインで可愛いのを見つけたので、今回買ってみました。グリーンとグレーの配色の靴です。可愛いですね。カルフの靴は私これで2足目なんですけど、1足目はちょっと暗めのね色のもので、でもすごい長く履いてて、そう気に入って履いてて、カルフの靴はですね、私は配色がすごく好きなのと、あとなんかフィンランドのブランドだからかわかんないんですけど、なんかこう履いててあったかい気がして、冬はですね、その1足目の方毎日履いていました。1足目履いてたのがこちらなんですけど、ちょっともうだいぶボロボロなのでちょっと遠めにお見せするんですけど、ここがもう破けて綿が見えちゃってて、外でね脱ぐ瞬間があるたびに恥ずかしくて、もう早くね買いたくてしょうがなかったので、これ履いて外に出るのが楽しみです。はい、これもいっぱい履こうと思います。はい、では次2つ目、じゃん、こちらの詰め替えそのまま、これをついに購入しました。これはですね、シャンプーとかコンディショナーとか詰め替え用のものにこれを取り付けて、そうするとボトルに詰め替えないで、詰め替えのパックをそのままねお風呂場のハンガーに引っ掛けて使えるっていうアイテムです。パーツとしてはお高めなのでケチって買ってなかったんですが、そう私は今その詰め替え用に穴を開けてね S 字を引っ掛けて、で詰め替え用の先がキャップがついてるものを使ってるので、それをですねうまく蓋開けてこぼれないように使っているんですけど、そう今回なぜこれをね買ったかというと、
ちらですね。この形状のものもあるんですけど、これをですね一つ余ってるからって言っていただいたんですよ。そうだからそれをきっかけにじゃあもう変えちゃおうと思ってこちらをね買いました。せっかくなんでつけてみようと思います。こんな感じに見えますかね。こんな感じでこれを入れて挟む。ここに針が2本入ってて、こうかな。でここでおおこんな感じでつけられました。でここを押すと出てくるっていう感じですね。すごい簡単につけられました。じゃあこっちもはい、こちらもこんな感じでつけられました。でこれはここを開けてこのタックを少し押すみたいですね。この蓋を開けてここを押すと固めのでも出てくるっていう感じだそうです。はい、ということで私のささやかな暮らしのアップデート品でした。そしてですね、最近映画を見まして、私が最近見たのがですね、ほのかーボーイっていう映画です。皆さん見たことありますか？ほのかーボーイ。もうね10年以上前の映画にはなるんですけど、ハワイのほのかを舞台にした映画で、岡田将生さん主演の映画なんですけど、その岡田将生さんが演じる主人公がほのかっていう街でね過ごす日常を描いた映画なんですけど、すごくねこう心がじんわりあったかくなるお話で、すごく見終わった後にですね、あったかい気持ちになりました。映像もこうところどころですね、なんて言うんでしょう、ちょっと可愛い見せ方のこう映像があったりして、それもねすごく見てて面白かったし、何よりですねほのかに行ってみたくなりました。で最近私ハワイ Vlog とかを見てて、ハワイに行ってみたいなっていう気持ちがちょっと強くなっているんですけど、もともとハワイ私あんまり興味がなくって、あんまりこう海に惹かれない部分があったんですよね。で私が初めてねハワイ行ってみたいかもって思ったのがもやもやサマーズっていう番組があると思うんですけど、実家にいる時にもやさまよく見てて、でそれでハワイ行ってるのを見て、こんなところがあるんだっていうのを知って、すごくねハワイ行ってみたいなって思ったことがあって、それが私の第一次ハワイに行きたいブームだったんですよ。でそこからちょっともやさまとか見なくなって、なんか忘れてたんですけど、ハワイ YouTube でねハワイ Vlog とかを見てたりしたら、またねハワイ行ってみたいなって思うようになりました。すごくね綺麗な星空だったりとか、あと食べ物もねすごく美味しそうですよね。このほのかーボーイにも出てくるんですけど、マラサダ、あれがねすごい美味しそうと思って、あれ食べたいなって思ったりとか、自然を楽しめたりとかで、海もね綺麗だし、いつかね行ってみたいなと思います、ハワイ。
今日は夜ご飯に冷凍庫に眠っていた餃子の皮を使って簡単おつまみを作っていきます。大葉、チーズ、カニカマを乗せて巻いて、あとは油をひいて焼くだけ。こんがりおいしそう。お酒は飲まないけど、おつまみメニューが大好きな私です。また絶対作ろう。さて、今日は新しい靴を履いてお出かけです。今日やってきたのは横浜桜木町。いつも風が強い横浜、ロープウェイも運休していました。穏やかそうに見えますが、今にも吹き飛ばされそう。カモメたちは上手に風に乗って空を飛んでいます。やってきたのはワールドポーターズ。ここにハワイを感じられる場所があると知ってやってきました。今までハワイのお店はあまり興味がなかったけど、今は見るとワクワクするから不思議。ハワイアンエアラインズのグッズ、飛行機に乗って飛び立つところを想像してワクワク。お昼ご飯を食べにベルヴィルパンケーキカフェにやってきました。パンケーキもすごく美味しそう。お隣のお店もハワイ感満載。眺めながらご飯が来るのを待ちます。ポキ丼が食べたかったのでサーモンのポキ丼を頼みました。美味しそう。ごちそうさまでした。さて、今日のお目当てはこちらのお店。ハワイで一番人気のマラサダのお店、レナーズベーカリー。唯一日本にあるのがこの店舗です。一番人気のシンプルなシュガー。家に帰ってから食べようと思ってたけど、熱々をもらったので食べてみます。予想以上にふわふわと軽くてびっくり。
映画ほのかボーイに出てくる人たちが美味しそうにパクパク食べていたのも納得です。残りの2つはお家でのお楽しみ。ワールドポーターズの先にある赤レンガ倉庫から見える東京湾。青が広がる景色は最高に気持ちがいい。太陽を全身で浴びながらベンチで一休み。みんなぼんやりと景色を眺めています。家に帰ると楽しみにしていたものが届いていました。今日は疲れてしまったのでまた明日。昨日ですね、お出かけから帰ってきたらとてもね楽しみにしていたものが届いていたので、皆さんにお見せしていきたいと思います。じゃん、こちらですね。こちらが宝島社さんから発売された 1K インテリアレシピ100というインテリアのムック本なんですけど、今回ですね、こちらのムック本にこのハロホアハウスのお部屋を載せていただきました。ありがとうございます。このムック本はですね、1K のお部屋が100部屋載っていて、テイスト別、広さ別にですね、たくさんのおしゃれなお部屋が載っています。この中のですね、シンプルなお部屋のページに今回この私のねお部屋を載せていただきました。本当におしゃれなお部屋がですねいっぱい載っていて、こうやって見てると私の部屋地味だなって思いながらちょっと見てたんですけど、すごくねそのインテリアの飾り方とか小物とかね、可愛いものがいっぱい載っていて、私も一回全部見たんですけど、ちょっともう一回ですね隅々までね見たいなと思っています。すごくこう部屋作りのヒントになると思いますし、見てるとねやっぱりワクワクしますね。そう、部屋作りってやっぱりこうその人の価値観だったりとか好きなものだったりとかが反映されると思うんですけど、その違いがねすごく楽しいなって思って見ていました。はい、もしよければお部屋作りの参考にですね、本屋さんに立ち寄った時にはぜひ探して、そしてハルホアハウスのこのお部屋も一緒に探してみてください。ハワイでマラサダをいっぱい食べている私がこの先の未来にいますように。最後までご覧いただきありがとうございました。自分の部屋にも、そして人生にも好きなものをいっぱい詰め込んでいきましょう。